ここまででですね、Unreal Engine 5の簡単なエディターの操作をですね、真島さんには学んでいただきました。次はもう Unreal Engine で一番大事なですね、ブループリント。噂に聞くブループリント。はい、使ってプログラミングに挑戦していただければと思います。難しそうだな、いきなり。大丈夫です。すごい優しくできてますので。本当ですか。はい。じゃあちょっと楽しみですね。これで一気にゲームっぽくなりますので、一緒に頑張っていければと思います。わかりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、作りやすいっていうところで、見下ろし型のアクションゲームをしようと思います。カメラをですね、動かすことができますが、もうそれもカットしちゃって、固定の上から覗き込むみたいな。こんな感じの画面ですかね。そうですね。はい。それにはまずさっきのキャラクターをですね、編集してカスタマイズする必要があります。キャラクターのデータ、アセットをですね、探して開く必要があるんですけども、めんどくさいと思いますので、一回実行してみてください。で、このロボットくんをいじりたいんですけども、キーボードの F8 というところを押してください。押しました。今、実行している状態を外から覗き込むみたいなモードになってるんですけども、この時ですと、各アクターをクリック、実行しているアクターをクリックすることができます。こんな感じですね。ここで右クリックをしていただくとメニューが出るんですけども、上から2つ目の編集を押してください。もう早速難しそうっすよ。一回右上の停止ボタンをですね、押してください。これがですね、真島さんが操作していたキャラクターのブループリントと呼ばれるアセットになります。ブループリント。これがもう Unreal Engine で一番って言っていいぐらい大事な機能になります。これをもう使いこなせばどんなゲームでも作ることができます。なるほど。まずビューポートと呼ばれるタブがですね、左上の方にあると思うんですけども、そちらを一回クリックしていただければと思います。これがですね、先ほど操作してキャラクターが持っているパーツを見える化といいますか、どんな見た目なのかを確認できるのがこのビューポートです。なるほど。なので、先ほど操作していたキャラクターがいたりとか、後ろからついてくるカメラがですね、ポツンと配置されてたりします。これがカメラなんですね、左のやつが。これが実は画面を制御していました。こいつらは全部コンポーネントと呼ばれるパーツでできていまして、左上に何かコンポーネント、ここですね。階層構造になっている。それがですね、このコンポーネントと呼ばれるパーツです。パーツをいろいろ組み合わせていくと、こんな感じで操作するキャラクターが作れちゃう。なるほど。こちらに何かコンポーネント追加して、もっとキャラクターに何かスキルを持たせたりとか、ちょっと見た目変えたりとか、みたいなことがこちらでできます。なるほど。次に、ビューポートの右2つ横にイベントグラフっていうものがあります。ちょっとパッと見難しく見えるかもしれませんが、これがブループリントで作るプログラミングです。プログラムの代わりなんですね。はい。昨今はプログラムとかよく言われると思うんですけども、プログラムって言われると何かすごい英語の文字をいっぱい書いて難しそうっていうイメージがあると思うんですけども、Unreal Engine ではこのブループリントのノードと呼ばれるものを使ってプログラミングをしていきます。なるほど。右クリックで押しながらでドラッグで動けるんですけども、左下の方にちょっと動いていただくと、こちらがですね、キャラクターをジャンプするためのプログラミングが書かれてるんですけども、これで作れちゃいます。これだけでキャラクターがジャンプするに命令してるってことですか？そうです。やってることは、ジャンプボタンを押したらジャンプしてねっていう処理がこれだけでできちゃいます。昔の Unreal Engine みたいなそのソフトがない時代はこれを作るだけでもすごい大変だったんですけども、英語いっぱい打ち込めなきゃダメだったんですよね。そうです。それがもうこんだけでできてしまう。便利になりましたね。ただ意味は分かんないですけどね。今回はまずカメラを動かすのをやめたいので、カメラを動かす処理を切っちゃおうと思います。この右上の方に四角がいっぱいあって、右上にこちらです。カメラインプット、マウス。こちらがマウスとかコントローラーを動かすとカメラを動かすみたいな処理がこちらで書かれてます。なのでこれを切ってしまうとその処理が動かなくなります。切り方なんですけども、今白い線で結ばれてると思うんですけども、ここですね。結ばれてる矢印のところで右クリックをしてみてください。こちらで全てのピンリングを切断ってやると、切れました。これでもうプログラミングが動かなくなります。下の方もですか？はい。これも切っちゃってください。切りました。で、これでマウスでカメラを動かす処理が切れました。で、さらにその左横にコントローラーを使ったカメラの移動制御のプログラミングがありますので、こちらも同じく切っちゃえばと思います。で、切るの、毎回右クリックするの大変だと思いますので、裏技で Alt キー、ALT キーを押しながら繋がっている三角のところですね、クリックすると線を切れます。こっちの方が簡単ですね。これで実行していただくとカメラを動かすことができません。本当だ。カメラ動かない。でもちょっとまだカメラが下すぎると言いますか、見下ろしていないので、カメラの位置をちょっと調整していこうと思います。了解です。次はビューポートを
ありがとうございます。こちらで先ほどのコンポーネントと呼ばれるパーツのですね、パラメータ、ステータスを変えて、カメラの位置とかですね、向きを変えていこうと思います。まずカメラのですね、位置を高くしたいので、カメラブームと呼ばれる項目をですね、クリックお願いします。で、クリックすると、先ほどのアクターと同じようにですね、右側にコンポーネントのパラメータ、ステータスが出てきます。今回はちょっと上に上げたいので、ソケットオフセットというパラメータがあるんですけども、これですね。それの一番右のパラメータを300で設定お願いします。300。するとカメラが上がりました。この今ビューポートにあるカメラをですね、直接クリックしていただいても大丈夫です。スペースキーで回転モードに変えていただいて、緑のところをですね、ちょっと下にドラッグしていただくと、こういう感じ変わります。これカメラの向き。そうですね。はい。これぐらいでいいんじゃないかな。そうですね。はい。ここでまた見てみるって感じですかね。はい。試しに見てみて。いいんじゃないですか。こんな感じで、はい。見下ろし型すごいゲームっぽいもん。いいですね。いいですね。もうゲームっぽいね、これ。すごい。これでだいぶ見下ろしのアクションゲームに一気に近づいたと思います。確かに、もうそれっぽいですね。じゃあ次はもうゲームの最後を作っちゃいます。最後ゴールを作って、あとはもうギミック、なんかお邪魔であったりとか、ちょっと動く床とかを、なんかどんどん付け足していくような感じで作っていければと思います。ゴールで必要なのは、まず見た目ですね。わかりやすいように、目印になるようなちょっと物を置いたりとかですね。旗とか、あるんですけども、なんかエリアとかですよね。ゴールゾーンっぽく見えればいいってことですもんね。一回このキャラクターのウィンドウは閉じていただいて大丈夫です。さっきのこの、丸いやつを色変えてゴールにしたいな。これ色変えてゴールにならないですか？できると思います。まずはそのゴールにしたい丸いところをですね、全部選択をしてみてください。これを、ゴールのブループリントのアセットに変換する必要がありますので、左上のさっきアクターを配置っていうメニューがアイコンがあったと思うんですけども、その右側のアイコンをクリックしていただければと思います。3つあるアイコンの真ん中ですね。選択をブループリントクラスに変換というものがあります。クリックしてみてください。そのままで右下の選択をしてください。選択。なんだこれ。こいつだけになってる。アクターブループリントを作ることができます。これを一旦ゴールでちょっと色も変えます。そうですね、色変えたいですね。パーツのステータスを変えていきます。左上にスタティックメッシュアクターっていうのがあるんですけども、それが1個ずつの 3DCG モデルです。これをクリックしていただくと、また右側の詳細パネルが変わるんですけども、じゃあちょっとここからですね、さっきポイッと置いて黄色にしたような感じで、表面を変えていきたいんですけども、パラメーターが奥の方にありますので、上の検索バーがあります。マテリアル MAT と打っていただくと多分出てくると思います。これですね。丸い Q があります。これが今、この子のマテリアル、材質なんですけども、MI プロトタイプグリッドアンダーバトン。これですね。これをクリックしていただくと、なんか右下に出てきます。他のマテリアルに交換することができます。なんかさっきみたいに選んでいいってことですか？芝生にしたい。この変えることができます。すごい。他のやつもじゃあやるってことですかね？そうですね。できました。一回左上のコンパイルボタンを押していただく。で、もう一回先ほどのレベルですね。ビューポートの画面いただくと、もうクリーンにしたものが反映されてます。反映されてますね。ブループリントのものをですね、編集するとすぐ見た目に反映することができます。次にゴールで必要なのは、キャラクターがそこにたどり着いたってことを認識、理解する必要があります。で、たどり着いたら何かゴールみたいな文字を出せれば最低限のゴールが作れますので、作っていこうと思います。もう一度さっきのゴールのブループリントを開いていただきまして、認識するためにエリアを作る必要があります。ここの範囲にキャラクターが入ったら何か処理をするよみたいな、認識したよみたいなコンポーネントを追加する必要があります。コンポーネントの上に追加っていうボタンがあるんですけども、コンポーネント検索のところで COL と言っていただくと、ボックスコリジョン、カプセルコリジョン、スフィアコリジョンですけども、コリジョンっていうのを使うとその範囲内に何か入ってきた、それからまた出ていったみたいなことがチェックできるようになります。当たり判定みたいなやつですか？そうですね。ボックスとカプセルとスフィアはどれがいいんですかね？今回は丸いゴールなのでスフィアがちょうどいいのかなと。見た目と合うので、でスフィアが今追加されました。追加されてるんですね。
スタティックメッシュアクターの下にスフィアが出ちゃってるので、このスフィアをクリックして、シェアードルートっていうところにドラッグしてみてください。親子付けで大丈夫です。はい。これで横並びに並ぶようになりました。では次はですね、ゴールの範囲を設定しようと思います。今ですとすごいちっちゃいので。これ見えてないんですか、もしかして。はい、全然見えてないです。なるほど。スフィアのコンポーネントをクリックしていただいて、ちょっと検索バーをですね、空っぽにしていただけますでしょうか。ちょっと下を見ていただくとですね、スフィアラディウスっていうパラメータがあります。今32になってます。はい、これですね。200ぐらいにしていただくと、なんか出てきた。出てきます。この黄色い線のエリアがスフィアコリジョンのエリアになります。なるほど。これだと下でも当てる判定が出ちゃってるってことですよね。そうですね。はい。じゃあ乗っかったらクリアにしたいからこうしたいってこと。そうですね。そのぐらいがちょうどいいと思います。これでも下出ちゃってる。出したくないですよね。下からジャンプしたらゴールとか寂しいですよね。そうですね。バグになってしまうので。じゃあこんな感じかな。では次はプログラミングをしてですね、このエリアにキャラクターが入ったら、ゴールっていう文字を出すっていうのを組んでいただきます。まずですね、先ほどのスフィアのコンポーネントの左側にあるスフィアコンポーネントを右クリックを押してください。イベントを追加で2つ目のオンコンポーネントビギンオーバーラップを追加をクリックしてください。オンコンポーネントビギンオーバーラップ、なんか下技見て。下技発動しました。オンコンポーネントビギンオーバーラップ。これがなんかオーバーラップっていうのは重なるみたいな意味なんですけども、それがビギン開始したので重なり始めた時にオンコリジョンが呼ばれるみたいなのがこれになってます。もうめちゃくちゃわけわかんないけど最初からわからなくてもゲームは作れちゃいます。なるほど。ここに入ったら何か文字を出すってところも組んじゃいます。今回文字を出すのはすごい簡単な方法でやろうと思います。何もないところで右クリックを押してみてください。これが今から配置するノードと呼ばれる箱をですね、選べる場所なんですけども、ちょっと大量にありすぎるので検索でしていく必要があります。プリント PRINT と打っていただけますでしょうか。そうするとプリントストリングって今選択中のものがあります。これですね。それをクリックしてください。で、これ箱ができました。ループリントでプログラミングするためには、この箱と箱を線でつなぐ必要があります。あれですね、先に切った方覚えましたからね。そうですね、先に切っちゃいましたけど、ようやく多分これつなげるんだろうなって気がする。ちょっと実際にですね、マウスでクリックしてドラッグすると、こんな感じで紐が伸びて、つながりそう。つながった。今だとプリントストリングにヘローって書いてるんですけど、ハロー。これが出てくる文字なので、ちょっとこれじゃゴール感がないので、何かゴールみたいな。これで完成です。やったー、早っ。画面左上のコンパイルボタンを押していただきまして、実行してあそこまでいけんのかな、そもそも。そうですね、まずテストプレイをお願いします。まずここ登れないや。あれちょっと待って、もうこっちから行ったらいけるかもしれない。こっからいけないかな。ここをちょっと低くすればいいのか。それかジャンプ力を上げるっていう手もあります。なるほど。今の段階ならここを低くするのが簡単そうな気がする。そうですね。こうやってもう1回ずつプレイしてちょっとおかしいなと思ったら調整するっていうのがもうゲーム作りですね。なるほど。さっきでもこいつ見えてなかった気がするんだけどな。あれ、気のせいか。ほら見えてない気がする。あれ、いい感じに登れたんだけど。あれ見えてない。デバッグが始まってますので調べますのでちょっとお休みいただければと思います。大丈夫です。